怪我してしまって、そのライジン20に出れないことになってしまいました。本当にすいません。ライジンバンタム級タイトルマッチとして、朝倉海 VS マネル・ケープ。前回からずっとぐちぐちめめしいことばっかり言ってるんで、まあここで一発失神でもさせてやろうかなと思ってます。俺がチャンピオンにならない。 I beat this guy in first fight, man. I beat you in first fight. You look like a bitch, man, in first fight, man. So I will win the second fight. You know that if I beat in the first fight. ちょっとうるさいんですけど、必ず俺が大晦日にあいつを黙らせるんで、 You don't show not. チャンピオンになって、ライジンを引っ張っていくんで応援お願いします。なんだよ、このよ。堀口選手とね、俺は戦うために準備してきてるんで、代わりの相手がマネル・ケープかよと、楽な仕事だなと。おしゃべりな口をね、ちょっと。I don't give a fuck about what you're talking about, Sakura. I don't give a Sakura. Hey, Sakura, now you have my attention, bitch. I will kick your ass and you can bring your brother. I wait for you. Now you have my attention, bitch. パンチに関してはものは一級品のものを持ってますね。ボクシングやらしても多分強いと思いますよ。力とか全部変えてもらったんで、もう倒せるパンチになりました。やっぱ一番大事なのはボクシングだと思うんですよね。やっぱパンチの勝負なんですよ、結局。力を最後伝えるコツってものがありまして、それを10年やっても20年やってもできない人はできないし、できる人はもう本当に我流で伝え方を知ってる人がやっぱいるんですよ。彼なんかの場合はやっぱりそっちの方だったんで、パンチに関してははっきり言ってもうまだまだ全然強くなる可能性を持ってますね。皆さんこんにちは。カイチャンネルのお時間です。挑戦的なことをやる。絶対に格闘家がやらないようなことをやる。鋭いんですぐ気づき。Kau nggak ada mas?
Before Manel came to AK Thailand, obviously you saw the potential. There were just some holes in his game. And what I felt he needed the most was a good curriculum, a steadfast curriculum that's proven itself through time and time and time again of fighter after fighter after fighter. I mean, this is an old curriculum that's just built many, many great champions. What he needed, and that's what happened. He came here and improved way faster than we expected, as you've seen in some of his recent fights. When I come for training, I don't like to talk too much, and I try to do more than other people. I know that my life and my training go too much down. Many times I training in the gym without light, without nothing, just with one guy or two guys for training, for help me. So, but I give my best. I don't think nothing. When I was a kid, I don't have nothing, so I don't think that. After the fight with Asakura, I saw that I'm in another level, the good company, so I need to be more professional. I need to stay with professional people, professional gym.前回の試合に関してはもう本当に僅差だったと思うし、どっちが勝ってもおかしくないような試合内容だったと思う。そこは認めるんですけど。This fight is bullshit. I know that I win first round and the last round I win 100%. In the first fight when I fight with Asakura, when you just put your hands up, you don't believe. 絶対俺らは強くなってるんで、そこも証明するいい機会なのかなと。誰にも文句言わせないような勝ち方をしたいですね。Push hard every day in the training. I know that one day this will happen. So I just wait and now happen. 代わりの相手がマネルケープかよと。楽な仕事だなと。おしゃべりな口をね、ちょっと。I don't give a about what you're talking about, Sakura. I don't give a Sakura. ビビってると思いますよ、あいつは。そこを隠すためにああいう演出をしてると。So 31 December I will show, and I will show for everybody what I want to say, what I will show that I'm the real champion. I'm the real. ベルト取るっていうのは、そこは当然通過点であって、そこからそのライジンを
背負う立場になるというか、自信はありますね。すごく優勝行ってもトップになれる自信はあります。崖っぷちどころか崖から転がり落ちちゃったんで。本当負けたら終わりだから。慣れないことしちゃダメだな。自分は自分らしく、明るく。そう、それが俺だからっていう。で、それが俺の強みだし、それこそ。そんなに強くないイメージが。雷神に作ってもらったこう偽物というかヒーローというか倒してあげたいですね。負けた方が残れない。俺がライト級日本代表なんだよ。戦いの中に怖さはない。普通にやったら普通に勝てるでしょっていう。自分が一番納得いく試合、自分が一番楽しい試合。俺もヤチウスが諦めないお祭りをやろうと思ってますよ。悲しい感じやめてほしいです大丈夫です。全然もう多分女って本当に強いです。一人で格闘技のことを考える時間も増えたし、結構のめり込んできたっていうか、チームだし家族は家族だけど、やってるのは自分だし、私は朝倉環奈だっていう。自分は自分だって。一人で歩いていける。はい。過去を最強になんかメンタルは強いんじゃないかなと思う。記者会見やって最後並んでる時にこんな時代が来てくれてよかったなと思ってました。スターとかにはなれないですけどね、荻窪はこういう生き方だっていうのを見てもらえればいいと思いますけど。見に来てくれたお客さんやっぱ全員ファンにして返すくらいの生きがいを持ってやってましたけど、頑張ってましたね。人知れずというか、ボロ騒ぎになっても頑張りますから。来たよっつったんですよ。本当に来たよっつって。
堀内と戦ったんですか？堀内と戦った。KOされたんですか？まだ。自分が本当に納得するとかまでやればいいんじゃないのかなと思います。そこは人生と同じなのかなと思います。5年ぶりの因縁の戦い。あ、ちくしょう。死ねなかった。諦め悪いっすね。おぎちゃんってたまたま前の奥さんの LINE の待ち受け見ちゃって、新しくあっちは子供もできてて、本当に結構落ち込みました。やっぱ入場の直前にいまだに子供の顔思い出しちゃうんですよね。下手な試合できねえな、どっかで見てるかもしれないからっていうふうには思います。来年も生きていくために勝たないといけないです。今までは掴み損ねてきたんですけど、次こそ掴み切りたいと思います。世紀の一戦が始まりました。これ打っとかないと。おっとこれはおっとダウン取られている。なんと立ち上がることが止められた。昨年大晦日メイザー選手と戦ってちょっとやられてしまったんですけど、今年も全勝でここまで来ることができ、さあ挑発する。あと大晦日に爆発したいと思ってます。大晦日の借りは大晦日でしか返せないんで、そこをしっかりと返します。相手ガードしている、オリドルで返す、天心も手前す左、浅かったですね。カットしましたね。カットした、額が切れた。那須川天心が世界一。ライズワールドシリーズのベルト取ったら超嬉しいんだろうなと思って、で取ってみたらこんな感じかっていう、満足ができないですよね。興味はないですよ正直。何のベルト取ったからすごいとか思ったことないですし、今考えてることですか、希望世界征服ですよね。世界征服、はい。中学2年生ですか？今のでも心の中は気持ちは中学2年生ですよ、ずっと。はい、メイザー選手は今40歳越してますけど、僕はだからあと10年でそのぐらいの域に達せば30からでもまだいけるんで、まだまだ時間があるんで、そこまでいけばいいっていう話ですよね。すなわちそれは、ボクシングへの挑戦みたいなところ、そこはまだお楽しみですよ。お楽しみ。言えないですよ。言えないことがたくさんあります。とにかくまだ今の那須川天心ストーリーは第一章かなっていう。那須川天心 VS エバダ・ルイ3分3ラウンド、延長ラウンド1ラウンド56キロ契約で行います。はい、お願いします。WKBA そしてノックアウト、去年取らせていただきました、新日本キックボクシングの、エバダ・ルイです。よろしくお願いします。同じぐらいの階級で、はい、日本で何番目に強い選手ですか？日本でですか？はい。3本の指に入るんじゃないですか。武尊君と那須川選手もすごく面白いと思うんですけど、やっぱり僕たちの場合はそのお互い技術を持っているので、その技術のその見せ合いだったりとか、その駆け引きだったり、本当の戦いが見せれるんじゃないかなと思ってます。自分がノックアウト
と出始める頃とか、いつかはやるんじゃないかなっていう希望はあった選手ですよね。トーナメントでも優勝してますし、日本人に無敗なんじゃないですか。ミスをしないですよね。そうですね。基本的に何でもできるですね。まあパーフェクトというか、基本に忠実な、それで強い選手ですね。ここでパッて決まってパッてやるっていう選手ではないとは正直思いましたけどね。まあ僕はでも準備はできてるんで、那須川選手とはやると思っていたので、ついに来たなっていうのはありますね。キックボクシングを有名にするっていう発言を実行し戦ってる選手なので、すごく僕は彼となら大晦日本当のキックボクシングが皆さんに見せれるんじゃないかなと思ってます。いいねと思いましたよ。大晦日らしいというか、お互い待ちというかカウンタータイプというか、カウンターを取れるってことはちゃんと戦術を見て、その戦い方に考えを持ってやってる者同士だと思うんですね。攻撃の精度がちょっと違うと思うんで、多分江端選手もやってみてびっくりするんじゃないですか。精度の差もそうですし、今まで培ってきた修羅場の数というか、そういうところの違いを見せる。一気に詰めたりぐしゃっとしたり、ずる賢くいこうかなと思います。僕の中では勝てるイメージを常に持って戦ってますので、本当に戦いの攻防っていうのを楽しみにしてほしいなと思うんですね。お願いします。うわ、大晦日に決勝を迎えます。キックブレイク。一発一発その迫力があるというか、パワーもありますし、もう本当に基本に忠実で穴がないなと改めて思いました。はい、軸がぶれないっていうんですか、蹴っても。あとはガードが下がらないですね。攻撃とディフェンスが一体になってて、本当隙は少ないと思います。スピードが速かったですね。で手数の多さもやっぱりミットから見ても伺いましたし、すごくいいミット打ちを見させてもらいました。いや素晴らしいね。命を懸けてるとよ、もう歴史を作っていきたいと、そういうものがひしひし感じられて、団体と団体同士の戦いっていうのが本当日本の中では一番盛り上がる試合だと思うんですよ。そういったことを常にやっていきたいな、それが続けていければどんどん格闘技キックボクシング盛り上がると思うので。新日本キックボクシングで戦ってきて、たくさんの経験をして、その戦いに強いっていうのは僕自身の自負でもあるので、技ももちろんパワーもスピードもキレも全部必要ですけど、それをまとめてるのってやっぱ心だと思ってて、でその精神だったりっていうのがやっぱりすごく重要。僕は井原道場っていう場所で師匠の井原会長に教えてずっといただいてますけど、島国で鍛え上げられた精神、武士道っていうのが日本人の持っているべきその格闘技の本質だと思うので、僕はそれを17歳の頃から会長に教わったので、世界チャンピオンになって強くなるってこういう哲学を持った人になるっていうことなのかななんて思いながら会長の背中を見てずっと練習してきましたし、17歳の頃茨城に出てきて何も知らなく出てきたんですけど、一冊の本をもらって、でその本が五輪の書。まさに宮本武蔵とね佐々木小次郎みたいな試合を皆さんに感じてもらえたら嬉しいななんて思いながら
今回そんな心境でいます。兄弟の息子はすごい喜んでます。はい、やっぱり僕たちは、はい、2人で一つなので、やっぱり、はい、僕が盛り上がることは息子が盛り上がることでもあって、はい、一番先に聞こえてくるのは井原会長と息子の声なので、それを信じていつも戦ってます。日本人最強って言われてる選手でもあるじゃないですか、山本選手。それは僕が戦ってなかったからであって、僕が戦うことによって差ですよね、そう見せつけられるんじゃないかなっていうのは非常に自分で突き詰めたものが本物だと思ってるので、それを証明する場でもあると思います。時が来たなっていう形です。はい、幻想を崩したいなっていう江端選手っていう日本人で最強って言われてるそういった選手を世界の那須川天心として戦いに行きたいなと思ってます。はい、宮本武蔵、はい、佐々木小次郎みたいな、そうやってみんなに持ってくれたら分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、どっちが武蔵？はい、僕です。佐々木小次郎は那須川天心君だと思っています。はい。いかがですか、このオリンピックイヤーですけど、自分がおかしいかと思いますけども、僕はオリンピックなんてやってほしくないんですよね、正直ね。日本ではちょっと悔しいですね。みんなで盛り上げて、大晦日ですから本当にやっておりますよ。